美味しいね。おいしいです。食事そのものはね、家庭的でね、奇抜なものないけどね、いいよ、それがすごい。上にはどういった具材が乗ってるんですか？そぼろに枝豆と錦糸卵としいたけ、白アナゴだね、これをね。このエビを入れるんよ。エビも。うん。これ全部仕出し。自分のところで漬け込んだ照り焼きチキン。そう、昨日の晩に漬け込んで、で、朝焼いて。このチキンは仕出しだけ。うどんそばだけ。卵は1日何個分ぐらい？20個分ぐらい使うかなって感じ。お客さんが多かったら使い切りかな。やっぱり卵焼きが一番多い。そうですね。
かつ昆布のこの2種類だけ。いりこを使われない理由っていうのは？惣菜関係だからいりこ使うとどうしても香りが強い。例えばこれですき焼きとか肉じゃがとかも炊いていってほんならもうこの2種類だけで。鶏胸が辛味ソーセージ、風味付け。ここに来たってもう20年。その前はね、魚屋さんのお手伝いですよ。時間は遅くてもいいけん。一手間かけたら美味しいなるから、お客さんが美味しいって言うてくれるのをしなさいって言うんよね。骨の背中をハサミで取ったらお客さんが口当たりが良くなっていいけん。一手間やけどそれしなさいとかって教えてくれてね。それを言うてくれよったから。何十年勤めた人多いんです。家族的な雰囲気があってね。で、私はね、これ2回私立しとんですよ。10年前に警視さまよって、で、もう働け思ったら雇ってくれて、ずっと続けてるんです。お刺身不要だけどね。これなんかはもう40年。ここはこれは。魚をさばき始めて大体どのくらいになるんですか35年ぐらいやな。お店始める前まではね、食品の問い屋さんしようと。日配商品ってね、うどんとか豆腐、こんにゃく、そういう商品群の専門の問屋をしよう。これ41歳の時に競合がいっぱい出てきたもんですね。やめて続けてしようかと。
ご自身で市場に行って買い付けにっていうお話伺ったんですけど、変わらず魚市場いうところがあるんで、そこに買い出しに行って四季の商品が出てくるから、その出てくる商材で看板に書いてあるように旬の食材を使った商品を提供するっていうことでしてるから、美味しいとかよく超えてるとか、まあそういうのを選んで入札するっていうことですね。お店の名前は由来というかあったりするんですか？ご飯屋さんの方がストレートでお客さんにも知ってもらえよいと思って。独特ですね。姉ちゃんもうあれでいくわ、昆布。お願いします。汚い側に帰る。勝負。K2や。
番ね。焼肉は正午半つきます。焼肉小ご飯味噌つきます。いらっしゃいませ。はーい。
はいどうぞ。中ご飯お願いします。はい。お願いします。あ、3番さん。お米も美味しいよ。いろいろおかずがあるので楽しくなっちゃいました。料理のお味はいかがですか？美味しいです。ご飯も美味しい。ご飯めっちゃ新米ですかこれ？大口開けたとこ食べて。お腹いっぱいです。ご飯がとっても美味しかったです。お米はどこ産を使われてるとか、愛媛県県内の。東海前言うんだけど、本谷温泉っていうね、そこの山のお米を、そこの商品がなくなったら、新潟、富山のコシヒカリをピッチ。ご飯やなたねんけん、ご飯まずかったら、ご飯に関してはなくだって。お米は1日どのくらい使われるんですか？平日白米で30キロから60キロ。一番多い時言うたらやっぱり120キロぐらいかな。120キロ。醤油ラーメン1つ。はい。醤油ラーメンははい。はい、お願いします。はい。はい。はい。これははい、わかめうどんね。わかめうどん。瀬戸内海のエビ使ってかき揚げにした玉ねぎと一緒。はいどうぞ。はい、ご一気にどうぞ。お店の好きなメニューとか。卵や。待てよ。これ一緒のとこ？多分7番さん。7番さん。
はい、ナイスでした。はい、汁、はい、汁、はい。はい、はい、どうぞ。レバニラいきますよ。持ち帰りでね。はい。レバニラです。レバニラの持ち帰りです。はい。野菜炒めとご飯の牛とカツ丼と味噌汁。はい、わかりました。ご一緒にお持ちします。お願いします。カツ丼。これ怪獣。カツ丼は味噌汁。この怪獣がネギなんだね。はい。あ、なんか。お店にはよく来られるんですか？週1ぐらいかな。食事そのものはね、家庭的でね、奇抜なものないけどね、すごい口に合うものね。美味しいよ、それが。すごい。店員の人も優しいしね、いろいろしてくれるけんね。定休日ぐらいは必ず出勤してくれもうね、もう10年以上、365日、このお休み以外は必ず、やっぱり社長、料理も味もそうだけど、雰囲気とか、こちらのその刺身、別に作ってくれるようなメニューにないんお父さんはどのくらいお店には通われてるんですか？ここできてから今日は何を頼まれたんですか？冷えカツ、あ、美味しいね。もうこれきり早く言うんだよ。半年ぐらい。もう食べてみ、気に入ったらこれきり。どうやかな。
はいお待たせしました野菜炒めです。メニューの数でいうと何種類ぐらいあるんですか200種類ぐらいは作れない。 ？200種類ですか？まあ、出てくるね。まあ人気なのはもう、魚で言ったら、ムサバとか、肉系だとやっぱ焼肉と、一番多いのは野菜炒め。もやし太郎も結構人気が。キャベツともやしを炒めた、まあ、お好み焼きに近いような感じの、まあ、料理かな。太郎と花子がいるんですね。これは豆板醤を使ってちょっと辛口女子をイメージした、まあ、これ社長が決めた命名というか名付けたけどうして太郎と花子だったんですか？もやしです言ったら面白ないじゃない。太郎くんをつけたら、もうちょっともやしの反則を紹介して、それで花子に考えて。コロッケは特徴とかあったりされますか？伊予美人っていうこうねっちょりしとるこの辺の独特の里芋やからそれを生かして味はちょっと甘めに変えて仕上げてる。歯ごたえがちょっとあったんですけど、鶏ミンチとレンコンを足して、まあ、歯ごたえちょっとつけて芋炊きっていう伝統の料理がある。その鍋には、里芋とその鶏肉を里芋と鶏肉合うってことで里芋と鶏ミンチで芋炊きからちょっとこう着想を得てというか、そうアイデアを得て作ったコロッケ。あれを食べたいって言ってくるからお客さんがだからそれをあんまり避けて食うのもどうかなっていうのもあって、本当に毎日来てそれだけしか食べないお客さんっていうのもおるし、だからやっぱ1割2割ぐらいはシーズンで買いつつあとはもう定番化してしまう、じゃあお客さんとのつながりとか大事にされてることってそうね言ったら、。何回もこう肉と食べようにと思って地域の人に可愛がってもらってつけてるんですね。お客さん一番よしとお金出しとるけどね、こっちは切ることでお客さんは買うことですね、よし。いらっしゃいませ、どうぞ。花の今言ったら選別して持って帰るやつを選んでるんですけど、今買われたんですか？高速だ。バスとか。何匹というか。2本だけ。あ、2本。なんちゃこのまだ鍵は。いけすから揚げた状態で持って帰ったりもするし、なるべく鮮度はそのままで、だいたい当日仕入れた分で
当日販売みたいな。カラカラや。よいしょ。今日はあんまり多くはやっぱり月か水曜日はうち天休やけん、月火である程度揃えてしまうけん、木曜日頭みたいな感じな感じ木曜日から週末にかけてががやっぱり一番多い。閉めたりせんのに仕事するみたいな。朝もう水槽の閉めてね、もう段取りようにね、してるから。準備が8割、あと2割はね、もうその時の状況によって変わりますから、生もんじゃから相手が。お腹だけ出して、あとはもう向こうで違う方で。これはね、刺身の盛り合わせに使ったり、単品でサーモンこれ、刺身で買うやつです全部。奥付けと前付けになるんじゃこれ、だから奥付けは一番目立つとこだけん精のええとこ入れてバランスように入れていかんかったら売れんけんね。お客さん一番よしってお金出しとるけんね、こっちは切ることでお客さんは買うことですねよし。5
ご飯屋の天ぷら用です。天ぷら用。うん。
今日はカンパチ島原マイカブリカマですかね。ほぼ毎日来ますね。何屋さんなんですか？僕居酒屋です。あ、そう。今日は何を買われたんですか？ブリとタイのアラとうなぎの肝、魚が好きなオーダー入ります。見せていただいてありがたいことで。あかん調整ごま誰も忘れとるいつもできるのに天ぷら定食のお客様。はい、エビフライ定食です。ここの水筒初めてですよ。お味どうですか？半分あげようか。半分なんでね。
鮮丼のお客様。私スペシャル海鮮丼です。スペシャル海鮮丼です。こちらの専用だれかけてお召し上がりください。ご一緒にお使いください。ピリ辛ポン酢ですね。ピリ辛ポン酢とエビフライ単品です。お伺いします。どういうエビフライですね。ありがとうございます。辛入れにお使いください。海鮮丼6個。海鮮丼6個以上でよろしかったですか？ごめんなさい。ありがとうございます。はい、すみません。はい。はい、すみません。ありがとうございます。結構きますね。はい。温度どうですか？美味しいです。ご飯食べ終わり？はい、いらっしゃいませ。お待ちくださいね。
1番と2番ね。この間1年生やと思ったけど。暇やから全然まあそれまでここか。ラジオショーが無理やり頑張れる。はい、お伺いします。ダウンでこれから。これ何そうないか。料理してくれた。これ食べたい。食べたいってママ。5つぐらいで。うん、いいよ。いっぱい買った。これイカ飯です。イカ飯とこれ普通に塩焼きで。天ぷらは何種類ぐらい？魚が4種類とエビが2種類で、野菜がかぼちゃとさつまいもとナスとピーマンと舞茸。10種類ぐらい。11。お魚はその都度変わったり。そうですね。はい。
ありがとうございます。どうぞ中の券売機の方で食券購入お願いします。朝一のお客さんなんかは券売機で食券買ったらもうそれこそ1分以内には必ず出すつもりで、やっぱりテイクアウトだけ美味しくなるんで、その味がお客さんが食べる時にピークに来るように。ラーメンがめちゃくちゃ美味しい。美味しい。ありがとうございました。固め、濃いめ多め。やっぱり楽しいですよ。もうやっぱりこれだけのお客さんが喜んでくれるっていうのは本当幸せです。寸胴が10本で、こうスープなんか3日炊くんやけど、1日目骨入れて、また2日目も入れて、3日目も入れていって、毎日足していって、2、3時間かけて砕いていく作業になるんだけど、これが朝時間かかって、まあでもこれが美味しさの秘訣なんで。少しずつ、ずっと2、3時間これを続けて、焦げたらダメになるんで、ずっと混ぜ続けなんですよ。これであともう5分おきぐらいにずっと混ぜて、もうつきっきりになります。これからは一回砕いてしまったらもう焦げるんで、こう寸胴の囲いなんかもこれ手作りで作っとるけん火力が高いんで、普通より。これドラム缶切ってみんなで友達が作ってくれて、こう白濁してこうとろみまで出すためにはやっぱりできるだけ強火。脊髄の方まで塩用に出してしまって、アクを全部取り除いて、臭い豚骨は僕自分自身が嫌いやけん、丁寧に作業してアクも全部取り除いてから炊き始めるんで、ちょっと時間かかる。お昼がバタバタするんで仕込みが一切できないんで、夜仕込みになるけど、その間もずっと炊き続けで、うちのスープは臭みが多分全くないと思う。こういうアク取ったりこういう作業を徹底しとって、甘みのあるスープ、豚骨醤油になるんだけど、醤油なんかも極力味が出ないようにして、もうとにかくスープを味わってもらう。今入れてるガラなんかはこれ半日で捨てる、当日使うスープにつかみかたいた味じゃない新しい骨とか鶏の味を出して、最後に口当たりを良くする。このカウンターなんかも全部自分でニス塗ったりして、このテーブルなんかも、あと座敷の一枚板も一生懸命削ったんで、厨房の床作る時のコンクリート張る時からもう少しでもお金削らないから。表の看板もお金全くかけてないんですよ。ただ真っ白にしてこのぐらいの小さな名前入れてるだけで。本当に真っ白なのかなと思ったら小さく書いてあるわけですね。逆に目立つじゃないですか。何にも書いてない真っ白の看板で一番お金をかけずに逆に目立つかなと思って外観とかにお金かけてもしゃあないけん、ね、それやったら材料代やもうできるサービスにお金かけた方がええと思うんで、そういうのにはお金一切かけずに、もうできることは全部材料代に取り込みますもう全く休みがないけ、うち連休なんか取るんですよね、10連休とかを。その時にやっと休めるけん、大体普段も休みっていうのは
3ヶ月に1回それがやっと取れるかなんで、基本的に毎日店に入って仕事してます。16、7時間ぐらい今は。ちょっと前ぐらいはひどくて20時間以上働いて、本当睡眠が1時間とかでやってたけど、もうさすがに体が持たなくなって、もうできるならいくらでもしたいんですけどね。やっぱり手加えただけ美味しくなるんで、自分が時間かけてやるのはただやけん、朝早く出てきて夜遅くまでやるもう美味しいんができりゃそれでいいからね。全て朝やるようにして、でとにかく出来たてをっていうんで朝やってます。こんなの全部うちの仕込みは1日分ずつしかしないんで、日をまたぐっていうのは美味しくないんで。夜炊いて朝までこう余熱で、低温調理じゃないんだけどそれに近い、こうスープに入れて食べる時にはホロホロになるように、これ1日分なんですけどね。とにかく全部毎日その日の分だけ作る。寸胴はこう毎日。そうですね、毎日ですね。最終的に共鳴を目指したんですけどね、このタイプだけで鏡みたいな。どの作業ももう火の加減だけですからね。やっぱりその味がお客さんが食べる時にピークに来るように、頭は先入れてとか、げんこつはその次に入って、どのタイミングで一番美味しい状態を出すかいうので、もう全部時間を分けて。今もう50やけん、あと言うたら15年ぐらいしか仕事できないでしょ。ならもう仕事に没頭してもいいかなと思って、もう遊ぶのは若い時に十分遊んだから。じゃあ本当仕事一筋というか。そうですね、もう何の遊びも今休みの時にちょっと釣りするぐらいで。釣りがお好きなんですか？釣りは好きです。もう連休なんか取ったら釣りに出かけるぐらいです。最初朝一のお客さんなんかは券売機で食券買ったら、もうそれこそ1分以内には必ず出すつもりでやって、途中のお客さんもまあ並びが2、30人だったら10分15分では入って食べれるような状態にするようにっていう、待たせない仕事をしようと思って。提供するスピードだったりっていうのは意識される？はもう
ものすごく意識してます。もうとにかくまたしたくないんで、だからもう最初店開けたらほぼほぼ常連さんなんですよ。じゃあ一番乗りでお店に来ようと思ったら何時ぐらいに並ばれますか？早い時だったら15分ぐらいから来るよね。今日なんかだったら9時やったけど、まあ日によるんですけどね。9時からでも相当早いまあですね。2時間待ちますからね。もうありがたいことに本当に毎週必ずこう来てくれて、多い人なんかは週に4回ぐらい来てくれたりして、まあ常連さんがとにかく多いです。大事にしてもらってます。お店は何時ぐらいから来られてたんでしたか9時ぐらいからいろんなラーメン屋行ってるけど一番今平気でラーメン、ここが自分の中では一番。無理大体仕上がりました。ほぼほぼというか毎日完売で、3本だったらもう全然持たなくて、これ以上の設備もなかなか、ね、まだ今のところ準備できてないんで、もうこれだけしかない。もう売り切ったら終わり。一番最初始めた時はラーメン黒だけで始めて、黒の方が、焦がしにんにくの黒マー油の修行先なんかでもやっぱりこれはもう秘密なんで教えてもらえないもんなんですけど、完全に自分で考えたオリジナルの黒マー油なんですけど、それからまあ自分の好みで白の方が鶏の油を使ったラーメンなんだけど、自分が好きで食べたかったから後で追加して作ったもんなんで、白の方なんかに関しては鶏油、鶏の油なんだけど、このスープに入れてこの鶏油を作るから、豚骨の油と鶏の油をちょっと、ブレンドというか混ざって美味しい油ができるようにっていうんで。多かったら大体朝100人ぐらい並んでくれますね。回ってこう来てそっちまで、ひどい時だったらあっちの敷地の外まで出たりして。黒誰よ毎回5分ツアーがあるだろ。
営業始まる時にこれで新しいスープをドバッと入れてちょうどいいように合わせてるんで。お財布ありがとうございます。どうぞ中の券売機の方で食券購入お願いします。ようこそいらっしゃいませ。ようこそいらっしゃいませ。すみません、頭の上にトレーだけかけますね。ネギ茶キロ、肩多め濃いめ、明日はベッキーどうぞ。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。8番さん、バリ。バリ。いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。その取り皿はその取り皿。ベッキーどうぞ。片目1番。はい。1番さんのバリに濃いめのり玉。濃いめのり玉。はい。はい。どうもいつもすみません。早くからありがとうございました。またお待ちしてます。どうもいつもすみません。早くからありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしてます。すみません、お待たせしました。2名様、どうぞ、まもなく出すんで食券の購入お願いします。ようこそいらっしゃいませ。応答も2名様。とにかく来てくれるお客さんはありがたいんで、一人一人をみんなで大事にしようっていう。バリからはいよ。早くからありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。梅のり玉3番。きちんと銘柄指定で年間契約して、ね、お米もそうだし骨なんかも県内産の骨、豚なんかも全部全て県内産で、10月から使うチャーシューなんかも、県内産のブランドの豚肩ロースを使うようにして、もう地産地消
ね、やっぱりせっかく地元に帰ってきたんで。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。早くからありがとうございました。4番固め7枚はい5番バリはい反対4番3肩バリ5番この水田商店で始めたのが36ぐらいやけ15年前じゃん、東京で蒲田で最初営業始めて4年か5年ぐらい東京で営業して、そしてこっちに帰ってきて新たにまた始めて。どうしてこの場所で？別のとこで小さいとこでやってたんだけど、コロナ禍でその時が狭い店でもうずっと毎日行列になるけん営業できなくて、でもうこれじゃいかんっていうんでこう大きい店で駐車場も取れるとこがええな思ってこう広めに取って、でこのコロナ対策でここに移動したいう形で地元の食材で営業したいと思って、で東京辞めてこう地元に帰ってきて、今で30年余りはずっとラーメンやってる。豚骨だけど別にこうどこの豚骨っていうんじゃなくて、もう全て自分の思った通りの作り方でできるんで。どうして豚骨ラーメンだったんですか？この豚骨のお店で修行したんですけど、一番こう自分に合ってるかなと思ってこういうラーメンになりました。自分の好きなラーメンがたまたま。もう好きなもんしか作らんけ。どうもいつもありがとうございます。ありがとうございました。片目78。濃いめ3番先片付けて、78片玉レモン一升678粉濃いめ玉。ありがとうございました。豚骨ラーメンって油が多いけ、油をもう極力減らして、だから最後まで飲めるスープに作りたくて。56バリー。はい。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、肩多め、肩56
ラーメン黒のはみかね味が濃いめになります。最初バリから。失礼します。替え玉バリカタになります。ごゆっくりどうぞ。失礼いたします。お待たせいたしました。替え玉固めになります。ごゆっくりどうぞ。替え玉が1回無料ってあれだと思うんですけど、あちらはどうして？それをね、本当はまあ最初オープン3日ぐらいやろうかな言ってスタートしたんだけど、まあお客さんも喜んでくれるし、まあなんとなくで10年続いてます、そのまま。どうぞ。両方固め、濃いめ多め。はい。替え玉バリカタ。針金玉5番。いらっしゃいませ。玉5、6パスタいきます。針金普通です。針金普通。はい。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。大丈夫です。ほな、肩に2番。肩に1番。どうぞいらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。はいよ。1に肩玉。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。大変お待たせしました。またよろしくお願いします。2番さんご飯中です。いらっしゃいませ。3番さん2の1ヤワです。2の1ヤワ。はい。
いめ多め玉、2番。失礼します。チャーシューの一番のハニガこれね、味玉とってくれ肩濃いめ多め。黒濃いめ多め。1番。すみません、お待たせしました。2番、いいかね、濃いめ。ねバリー。バリか。横玉入り3番。4番、片玉。普通玉、のり玉。すいません、お取り返します。普通5番。濃いめ、ガンタさん。いいがね、多め、3番。片目、3番。針金で。針金。針金。78バリ。はい、78。すみません、横から失礼します。どうぞ。はい、どうぞ。バリー。どうぞいらっしゃいませ。5番受けで。
あ、いつもすいません。どうもありがとうございます。両方肩濃いめ多め玉ね。5番これネギね。ネギラーメン。ネギラーメン。いやだっていつもと違う状態。失礼します。ネギラーメン。結構お店にはよく来られるんですか？結構来ますよ。週1ぐらいかな。なんかお店の気に入ってるところとか。大将が元気なのと、あとお店の雰囲気もいい上にラーメンがめちゃくちゃ美味しい。めちゃめちゃうまい。とにかく毎日ここに立って全てのラーメンを僕が作ってお客さんに提供するっていうのがもうずっとのスタイルなんで。どうもありがとうございます。針金です。針金。粉玉4番。針金濃いめ玉。針濃いめ玉。ほな。どうもありがとうございます。はい、3番さんご飯小です。すいません。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞまたお願いします。針金のり玉1番。針金濃いめのり玉1番。ありがとうございます。ラーメンのお味はいかがですか？すごく美味しいです。最高です。パンタ78片玉。2番両方固め。チャーシューの肉の固めになります。ありがとうございます。今日はどうしてお店に来られたんですか？ちょっと気になったのでいつも並んでるからそう、この前来ようと思ったら定休日やのでこれ買って
なんか硬さが選べて替え玉何にしようかなって感じです食べてもないのでラーメンの味はいかがでした？美味しいですそんだけ白はいかがですか？白も濃厚で麺にもなんかしっかり味がついてるそれですごい美味しい水田さんはどんな方ですか？みんなの中心にはおったんですけど、それぞれの道があったけん、ここではやれてないんですけどね。昔自分で作れた餃子もうまかったし、焼き飯もうまかったし、なんせこだわってうまかったんですよ。何でも作れるものは自分で作りたいみたいな、自分から自らしんどい方ばっかり選ぶけん。1日寝かすっていうのが大事なことなんで、麺の状態が全く違うんですよ、出来たてで食べるのと。人は違うんですけど、ここは毎日今がもうこの設備でちゃんと営業してもやっぱり3時ぐらいに終わってしまうんでね、それをやっぱり設備と人をきちんと増やして、で夜もまずは夜も営業して、つけ麺なんかも東京の時はやってて、それをとりあえずつけ麺まではやりたいですね。営業時間延ばして、まあ1つメニュー増やすぐらいで、あまり増やすのは好きじゃないから。なんかこうずっと続けてこれた理由というか、まあもうやっぱり始めたきっかけっていうよりは、なんかやっぱりこんなのは好きなんだと思うんですよね。ものづくりがやっぱり好きだから、結局外のカウンターやテーブル作ったのと一緒で、この地味にこのスープでも黙々とやるのが多分好きなんだと思う。まあ合ってるんでしょうね。まあ縛りがない、自分で思ったことができるようなのが一番いいですね。この仕事楽しいですか？やっぱり楽しいですよ。もうやっぱりこれだけのお客さんが喜んでくれるっていうのは本当幸せです。だって本当一時お客さんがいない時なんか思ってたら、本当にただただ幸せで。本当今日はありがとうございました。ありがとうございます。
昔からやるよね。何年ぐらいお店は？ 32年。大方の人がね、遊ぶ部屋やね、どっちか言ったら。友達がいっぱいおるんや、おばさん。楽しいことばっかり。もう幸せいっぱい。ここからで踊るよ、みーこちゃん。一番右がみーこちゃん。このコーヒーカップからこんなんも一個も買うたことないよ。全部いただきも。全部よ。みんながこうやってね、持ってきてくれるの。でもね、もう粗末にせんきこんなんでもね、こうやって花入れたりね、こうやってするけん。常連さんが何組かおるんよ。その人らだけでもね、みんなで楽しい生きていけれるぐらい。うん。きっかけは何かあったんですか？ね、子供がよろしい学校行きたい言うんでね、牛乳配達したりヤクルト配ったりタオルの方縫ったりね、こうそんなことしかしてなかったね。大学行くんやったらそれぐらいやったらやれぬくいけんね、挑戦で店やってみようかな思ってね、焼き鳥屋さんがしてとる鉄板を拾ってきてね、32年使うよ。何も買わずに店しだいた。もうこんなもんみんなもらえ、テーブルももうみんなもらえ、もうみんなに。お店を始められる前までは何を？おじいさんとおばあさん見よった。20歳で結婚してね、ずーっと親と一緒におった。うん、大変やった。これが家なんよ、うちの。これが家。でね、ここからね、ここから出たら気持ちいいよ、兄ちゃん。ここからこうやって。ここからね、この浜見て、この島が見えるんよ、これ。ねえ、いい感じやろ。これはね、カレー粉ちょっと入れるね、カレー粉。やっぱしおしっかり感じてね。よく入れるんよ。よいしょ。で、よいしょ。もうね、2個ずつ入れよったんやけどね、今日から1個ずつ一応書いてよったんよ。もう何もかキャベツもみんな上がってきたけんね、1ヶ月1万円違うけんね、そうやってしたら、キャベツがもうすごい高い。248円、これ、ちょっと大きかったら300円余る。これ多摩川の卵、多摩川でね、本当に海立ち買うてきてくれる友達が、その日に雲南を買ってきて、ありがたからみんなが助けてくれるの。これだけは全部売れたらね、1日ね、よけ売れた方。これだけ売れたらね、もう終わりっていう感じ、1日が。売れんかったらあいとんよ。これだけとあれだけ売れたらね、もう要せん。足が痛い。家とこのお肉屋さんの会よ。筒井さん言うてね、家お肉屋さんの会よ。綺麗な肉やろ。これ今デートやけんね、ちょっと外に出た方が色がようなるけどね。私も来たんやけどね、キャベツは切ってないしの。あ車はないしね。切っとった。まだ休みやったっけ。あやんやっとこは。
いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。全員食べてた。全部食べた。あ、よかったね。ね、ほんとうちはパーティーで学校も出ないっていうわけじゃないのにね。みーこちゃん、本当の年は77歳。宮城さんだからそれもいけやつも下もるかでね。あら、そう。16日から取ったやつなんか。これ。ほうほう。あれからほんなら形もいったよね。取るんが良かったよな、多分。私は見に行くやだから危ない危ない。一日中ばかりた朝から朝からもう一日中よ。ねえ、私もいつもそうやって生きとるよ。お母さん長い。32年。32年か。昔は5、60しかなかったやなかろうか。13年かかったんよ。そこまで諦めずに。お母さんの息子よ。すごいね。で13年目で通ってね。だけど嫁さんの親が全部出してくれてね。12回すべて。そんだけその何かね精神的にその続くのがすごいなんかほんで3人でねとお金400万ぐらい。あれ今年1月。見方も仕方も知らないね。あなた殺しに行くって書いとったで分かった。単身無理でこっちとるけどね。いや、ただね、する気にならんけん、失敗せいで。これがまたなるやん。はい、できましたよ。はい、海苔つけてください。はい。あ、このままでいい。はい。お母さんいただきます。はい、どうぞ。ごめん。ごめんね。今日はね、そば入りもだ。美味しいですよ。この麺食べやすいですよね。もうバッチリでした。変わらず。もう刺身食べたんやけど。最初友近さんだけだったんですけど。お好み焼き一つ焼いとってくれる？焼く私。ひなが取りに来るけん。わかったわ。焼くわ。これで取って。いいよね。いいよ。どんな方ですか、みーこちゃんって。賑やかだね。面白いよ。焼きそばも美味しいしね。ない。お好みだしはない。いい？はい。はい、どうぞ。はい、できたよ。ありがとう。はい、できたよ。のりつけ。はい。今日はそれはお持ち帰り。家が近いんで、あこのお皿に乗せてもらってます、いつも。お好み焼きです。湘南では本当に人気の商品なんですけど、いつも本当に味が変わらなくて美味しいなっては思ってます。はい。
いらっしゃい。はい、右になります。そうぐらいよね。そうぐらい。そういうことなんや。はい。うちのワンコがね、診察に今見てもらってるんですよ。ぐるぐる回ってて、あ、いい雰囲気だな。うまかったです。多分通院することになるんで、お昼はここで。はい、いらっしゃい。待ってよ、まだ今から焼きよるけね。今から焼く？はい。当たった。はい。食べれた？全部。よかった。お店にはよくお持ち帰りで来られるんですか？お好み焼きも美味しいんやけどね、今日は焼きそば。もうみこちゃんのとこは昔からね、味が変わらんで美味しいんよ。もう長い付き合いやわ。あ、それタレがね。え？ほう。うん。お姉ちゃんすまんけど。はいどうぞ。よいしょ。お兄ちゃんどうぞ。はい、盛り付けね。はい、50万両。おいしい。猫も仕事しとるね、猫ちゃん。お好み焼きを3つと、1つは持って帰るんよ。ありがとう。はい。昨日座りに行ってね、大変なことになってて。ロケの匂い嗅ぎつけたね、ちっときれいな。なんでもええわ、これでもスカウトも来るんじゃないけん、まあ、このおばさんでも行けるとこや。男ができ。まあね、お客さんが朝から来とったんよ。3人来て、また種類が違うんよね。カオルさんとこはジャガードで、折って文字入れる。ファイルで柄出したの、あら、そうだ。わかる？右で聞けと、ああ、ほうでほうで。大体覚えでいいか。撮影にしとるけん、モダン焼きでもあったら食べるんだじゃ、紹介。食べるんだ。そうそうそう。
中入ったらいいか。ちょっと様子伺いに。ほんならもろとこうか。何でもあげるよ言うて。なんぼ？かけすぎた。ごめん。家何お茶にも本当どれだけ嬉しいやらからもうと山のように嬉しい。ありがとう。6月14日。おいしい。うん。変わらぬ味。お店にはよく来られるんですか？くるくる、来ない週はないよね。仲良し友達やから何時間もいるよね、コーヒー飲んでね。何日も。そうや。もうそれはちょっともうバーよりが生き生きのんこでね、一生懸命やるようになります。たまにね、たまによる常連さんがね、そういうふうなネタ間違って気持ちもあったよ。大一郎君やろ。マル君の大将がアレンジして、マル君の大将の友達や。きれいなんてね、いつも直してね。まあね。すごいな。名前選んでくれて、名付けの親なんね。旦那さんがタイ釣ってくるけん、鯛めしもしてた。鯛めしもパックで売ったりとかして。250円で売れたんよ、パック。釣ってくるけん、ただやけん。やけんもう。本当ありがとう。また可能したいか。そうやね。大浦に。丘と青梅の境目のこの鉄板に味がついとるけん、この鉄板から味が出るような気がするんよ。やけんもうこの鉄板は貴重って思ってね買えんの。絵的に寂しいね、モダン焼きカバーとかあるのに。お父さんにちょうど50円30円。今日から卵が一つ入れた。悪かったね、卵に。めっちゃべきもこの間テレビ三つ浜焼き、その松山のおばちゃん、食べたらここの半分やったのね。よく来るけど初めて来たお客さんとかはもうすごいめっちゃ大きいねってお腹いっぱいとか言って帰るお客さんがほとんどです。人柄とか。まあこの通りです。飾らないし、初めて来とるお客さんにももう何年も来とるねみたいな言い方で、この人柄で多分来るんやと思います。また来ます。じゃあね。はーい。美味しかった。なんかサービス品みたいな感じでね、私も調子もんやけんね、嬉しいよね、みんな来てくれたらね。足が悪かってもね、1日5枚か10枚しか焼けんかってもね、一応は店をずっと開けときたいなと思うよ。卵、きれいな卵やろ。だったそうだわね、欧米でまたあそこのところのサブセリアのところここまでこうやっていった方が美味しいになって。鯛めしもこれ味噌を炊いた鯛めしが辛い。味噌炊いたね。上がれんわ。せっかく来たけど。新年までは上がれんわ。これ。あ、これが安いけど。うどんも売りよったんよ。おでんもうどんもそばを人雇ったんよ。
私のばあちゃんよりうまいんじゃない。よし、10キロから多い時で15とかいくかなーって感じ。で、黒い焼き飯っていうのがあって、ちゃんぽんうちすっきりした味やけん、それを2つ合わせて無限ループしてもらいたいっていうようななんか味付け。あ、これはちゃんぽん専用焼き飯やなみたいなイメージ。カツ丼はデミグラスソースが乗っとんよ。もともとうちの祖父は洋食屋さんをしよったけん、こっちに帰ってきてイーグルを作った時に洋と和が融合した他ではなかなか味わえれんようなカツ丼になってると。それもすごく人気で。頑張ってきます。チャーシューになりますね。チャーシュー麺に使ったりとか、焼き飯に入ったりする。ずっと先代さんの頃から。そうそう、愛麺っていうもともと地元の製麺所で。9月終わりましたよ。多分コロナの時ってみんなしんどい思いしてたりして外に行きたくても行けなかったりとか、だからイーグルの通常メニューじゃなくていろんな多国籍料理を作ったのもなかなか外出れないよねっていうので
で、お口の中だけでもどっか行った気分が味わえたらなと思って、うちもともとちゃんぽん屋だけど洋食屋してたしって言って、なんか国とか関係なしになんかいろんな料理を提供できたらなっていうのが、多分そこは大きいかな。ほい、日替わり完成。じゃあ入れます。祖父からです。だからもう60年以上あのカツ丼でもう僕たちは育ってますね。はい。すいません、お席どうぞ。すいません、お席どうぞ。はい、ちゃんぽん出まーす。はい、ちゃんぽん2つ。
ちゃんぽん焼き飯セットですね。子供の時からずっとある。おなじみの味噌ですか？美味しいです。もともと祖父が洋食屋さんを東京の麻布十番っていうところでしてて、そこはスタッフとして入ってたんですけど、で兄弟が八幡浜ちゃんぽんでロンドンさんっていう店があるんですけど、その祖父とロンドンは兄弟で愛媛に帰って一緒に仕事しないかっていうことで愛媛に戻ってきたっていうのが最初のきっかけで、自分の店が持ちたいっていう風な流れになってロンドンと別れて、また自分の洋食屋の名前がもともとイーグルっていう名前だったんで、その店の名前を継いで八幡浜にイーグルができました。ちゃんぽん屋って言いながらどちらかというと定食屋のノリが強くて、とんかつ定食とかっていうのがあったんですけど、ちゃんぽんに特化したご飯屋さんっていうところをもっと強めてしていったっていう形です。辛さが1から5まで。2にしてきます。はい、わかりました。赤ちゃん2からです。
いただきます。お父さんこっちにする？今日はどうしてお店に来られたんですか？久しぶりにちゃんぽんが食べたいなと思って。東京に住んでるんですけど、まあ、帰ったら必ずソウルフードのちゃんぽんを食べるようにしてるんで、はい、連れてきてもらいました。地元のちゃんぽんの味は？ほっとしますね。美味しいです。昔から来てますね。高校自分から増やれました。お父さんの高校自分だから60年？60年70年？カレーとか、麺とかやっぱ口に合うんやろな。美味しい。お店によっていろいろと味が違うので、いろんなところにちゃんぽんがあるんですけど、その味を食べ比べてみるっていうのもなかなかいいですよね。ごちそうさまです。昔からの味と思います。スープもあっさりとしたスープでな、美味しかったです。はい、ちゃんぽん。ほい。山さん出た。はい、ちゃんぽん3つ。緊張します。いつもちゃんぽんで焼き飯です。ちゃんぽんはお味いかがですか？美味しいですよ。二日酔いには最高にいいです。あっさりの鶏ガラなんで。はい、お待たせしました。ちゃんぽんです。ちゃんぽん2つと焼き飯のうまみを1つ。
入れます。で懐かしい味を食べたくて相変わらず美味しいちゃんぽんでした。優しい味ですね。とってもね、食べやすくて美味しいです。夏休みとかもそうやけど、自分の中でソウルフードじゃないけど、なんか思い出の味として思ってくれてるお客さんが多いみたいです。元気になったり笑顔になったりコミュニケーションが生まれたり、食を通じてその人の一日の活力を生み出せればなっていうのが、僕が食の部分で携われるところなんだろうなと思ってます。はい、一日の活力を作るための場所っていうのがコンセプトかもしれないです。はい、すごく原材料が高くなったり、人口が減ってる町だったら人材不足だったり、お客さんが少なくなってくるっていうのが目に見えて分かるようにというか、その中でどう付加価値をつけていくかっていうところと、八幡浜に来たらあそこ行かなきゃねって言ってもらえるような、店作りにはしていこうかなって思ってます、今後は。はい、こんな小さなとこやけど人に自慢して来てもらいたい場所。美味しいよ。元気よ。空気みたいで家みたいな感じですか、ね。美味しゅうございました。ありがとうございます。もうだって言うてくれるけんね、作りがいがあるわ。美味しい。家庭的な味。地が組み上げて水を浄化するのにね、ナトリウムで浄化するんですよ。家の水風呂のところに流れるようにするんですよ。水風呂の水は地下水で、普通のお風呂のとこは上水道の水を含めて流してるんですよ。昔は勢い良かったんですけどね、これまた振り返らないかんみたいですけど、方がこう言って、フレズピンちゃんはまた来てくださってね、ある日突然予告なしに。本当ですか？随分年下やのにね、本当にいろいろ素敵な言葉で励ましてくれます。朝は普段どんな準備というか、洗濯物干すというかね、そんな感じ、で買い物なんかは大体朝母さんとこその日はちょっと早めに切り上げてそして買い物に行く。夜も21時までずっと一人で営業されて、で一応片付けて、それでもう動くのは朝ですね。やっぱり睡眠時間はちょっと続けて5、6時間、取るようには心がけてるんですけどね。基本的には本当に疲れ切ったら寝るっていう感じで、定休日もあるしね、なかった2、3年前までね、母のことがあるから、それはもう自分でもこれは定休日がないと無理やと思って、だから今ちょうどバランスがいいかもしれない。もともとなにわサウナさんを始められる前までは何をされてたんですか？喫茶店、
そこで6年ぐらいして、サウナも両方してたのが1年半ぐらい両方してたかな。でうちでしたいっていう方がいらっしゃって、でその方にタクシーしてもらってみたいな。サウナを始められることになったきっかけっていうのは主人がサウナが好きだった。サウナ毎日ここに来て、家のお風呂は週に1回ぐらいでしたね。はい、毎度。果物ですね。お味噌がずっと同じ味噌使われてるっていう。隣の藤翔さんいてね、昔から。食レポとは思うかな。醤油もでしょうか。はいはい、いただきます。ドジャースのスピーカーの印象的でした。山本とか話をしていて、山本とはよくなにわサウナさんにはよく来られるんですか。はい。もう月水金を毎日空気みたいで。家みたいな感じですか、ね。うん。美味しゅうございました。ありがとうございます。もうだって言うてくれるけんね、作りがいがあるわ。いえ。メニューにミルクセーキとか、はい、コーヒーフローとか、なんかちょっと喫茶店っぽいメニュー、それも喫茶店の時からのメニューをこう引き継がれて、特にねサウナではミルクセーキ人気なんですよ。かき氷みたいにしてお出しするんでね、メニューは何がおすすめというか、ちゃんぽんとかカツ丼とかね。これは松山揚げにして松山で作られた揚げ。総理大臣岸田文雄君。そこに基づく、処分が行われ、刑事責任が
美味しいよ、いいよ。僕はよ、ノンアルコールしか飲まん。飲んだ気持ちになるよ。約5分ぐらいなんですよ。美味しいよ。お気に入りよ。景色が変わって見えた。毎日って結構ドラマだ。ジョージア。大丈夫やったのかな。矢野さんの目の前で何かあったんや。自体が犯行に使われたと監察の所見にあります。その凶器のね。これオロポ。一日ゆったりコースで来とるけん、朝来て昼食べて寝てでだらだらする感じ。家庭的な味。結構いつも頼まれるメニューは決まってる。多いね。ナポリタンとか焼きそばとか。なにわサウナさんの気に入ってるところというか。気に入ってるとこ、やっぱアットホームなとこもともとその前のご主人がされていた時は、料理を渡されてたんですか？前のそこの喫茶店は昔靴屋さんやって、だからもう内装の時点からまるっきり作ったんですよ。むき出しの感じを改装して作ったんですよ。そんなに頑張れる理由って何ですか？やっぱりね、母がここ手伝ってくれてたから、ここを辞めたら絶対がっかりすると思うんですよね。彼女にとってもここはこんな小さなとこやけど人に自慢して来てもらいたい場所。いまだに90になっても人に宣伝して実際に来てくれたこともある人も いますしね。
もう限界よ。おお、ここ限界。何分ぐらい入ったの？いや、でも10分ぐらい。あ、10分。10分限界やね。気をつけてね。ちょうどこのね季節の変わり目はねだんだん暑くなってきてるでしょ。だから普通でもちょっと上がってるかも。もうちょっとしたら下げないかんかもしれない。うち低かったら怒られるんでね。ありがとうございました。
は手に持ったバケツに10センチほどの資料を入れてもらいました。よいしょ。そしてバケツの中から恐る恐る鮎を出て仕事が忙しくて行けなくて。なんか救急車入ってきますので、明日は県内を含めて西日本を中心に雲が広がりやすく、一部の地域では雨が降るところがあるでしょう。新居浜16度、松山、宇和島18度の予想です。日中最高気温は新居浜不正や違法な行為をはっきりと認定していただきたいとなりました。最後に高田先生。夜ご飯はお店で食べられることが多いですか？そうです。もう空いた時間でバッとね。久しぶりやったんですよ。お客さんが紙でもね、やっぱり紙自分とこは出せるもんたまに作ってたもん。お客さんに出す場合はこの鉄板で出すんです。母のこととなにわサウナのことと両方続けられたらっていうのはね、ただやっぱり体も変化しているので、それに対応してそれなりのメンテも考えながら、年が年だから入れて。これで大体今日の一日が終わりです。終わりです。じゃあ失礼します。